売上が上がる AI 活用小坂井チャンネルスマート8代表の小坂井です。このチャンネルでは売上が上がる AI 活用の具体的な方法についてご案内いたしますので、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。今回のテーマは AI に任せられる仕事というテーマになります。ただ単にツール導入だけで終わっている企業が多い中で、何を任せるべきかっていうところをしっかり考えていかないと、単純にツール利用量だけ増えて何の事業数値も上がっていない状況になったりするので、そのあたりを今回お伝えできればと思っております。自分が手作業でやってることがどんどん AI 化する、そこはもう避けられない部分になってきているので、逆に早くそこを使いこなせるようになったことによって違う内容であったりとか、より本質的な内容にシフトしていくのは大事かなと思っております。そもそも AI 化できることを絞るときにどういうことが大事なのかっていうところをお話ししていければと思っております。シンプルに言うと AI 化した時の価値がコストであったりリスクっていうところに見合っているかみたいなところが大事な指標になっています。例えば AI 化を判定するフレームワークとしては、まずは効果があるのかっていうインパクトですよね。工数が大きいっていう業務もそうですし、売上が上がるであったりとか、経費あるいはこれを外注しているコストを丸ごと減らせますっていう金額のインパクトっていうお話と AI 化の相性ですね。ここは任せやすさっていうところになってまして、そこにどれだけ人のコストがかかったりとか、精度が低いから結局めちゃくちゃチェックしなきゃいけなくて、インパクトよりもチェック構図の方が大きいよねっていうところだと本末転倒になると思うので、インパクトと AI 化の相性みたいなところをもとに着手すべき業務っていうところであったり、AI 化のテーマっていうところを選んでいただけると良いかなと思っております。例えばですね、縦軸のインパクトって言っても大きく3つあります。1つは経費削減っていうところですね。スタッフにこんだけのコストをかけて外注してますであったりとか、SaaS であったりとかのツール利用料が月額こんだけかかってます。それを完全にリプレイスできますだと、明確にコストが削減されるので、インパクトだけじゃなく蓋然性というような形で確実に減るのか、数値に影響を与えるのかっていうところの掛け算が大事なポイントになっています。もう一つは売上アップっていうところですね。メール営業の商談化率を上げるために訴求を出し分けて AI を使って反応率を上げる。売上アップについては蓋然性が高い分野もあるのかなと思います。一方で注意しなきゃいけないのは工数削減ですね。工数が 80% 削減されましたみたいなテーマってよく見ると思うんですけど、80% 削減された結果、事業的な成果どれぐらいあったんですかっていうのに対して答えられない会社さんも多くいらっしゃいます。80% その業務減っても違うことにその人は使っている。じゃあその使ったことによって売上上がったのか、そこまで見ないと事業にインパクトを与えたって言えないですよね。工数削減に関しては減った時間が何の業務に当てられて、当てられた業務が増えたことによって事業インパクトがあるのかっていうところまでチェックいただく必要があります。ふわっとした数字が上がってよかったですねではなくて、しっかりそこを見極めるっていうのは経営者としても大事かなと思っております。今度はですね、横軸ですね。AI 化の相性です。ここは3つの観点で弊社は整理してます。1つは入出力の工数ですね。必要な情報を AI に渡しやすいかですね。渡すときにいろいろなデータ加工をしてっていう工数だったりとか、機密情報とかを入れられないってなった場合に、そこの加工をしたりとか入れられないから無理ってなったら、データ渡せないってなるので、AI 化の相性が悪いという話になってきます。あと出力もしやすいか。例えば動画の編集とか動画を撮影するってこと自体はオンラインで完結しないことだったりするじゃないですか。そういうのは出力要はしにくいって部分になるので、 PC 内で完結することは出力しやすいってところになるので、入出力っていうのが観点としては一つ目。もう一つは修正コース使えるのか、精度ってことですね。AI がアウトプットした内容の精度っていうところが低ければ低いほど人のチェックコースが入ると思います。そうすると修正コースが入るので、それが先ほどのインパクトの部分と兼ね合いで、例えば 30% のクオリティだったらそこから 70% 上げるために AI が出力したものをチェックしないといけないのと、自分でゼロから作った方が良いようになったりはするので、精度による修正コースがどれぐらい発生しそうかっていうのが2つ目。3つ目はですね、シンプルに任せた時のリスク許容度っていうところですね。金融系であったり、人のお金系を扱うものであったりとか、法務、弁護士とか契約周りのお話、医療とか、1個でもミスられたらかなりリスクが高いよねっていうことに関して、人のチェックも鑑みた上でも許容できるものなのか、この3つの観点、工数とリスクみたいなところがどれぐらい AI との相性が良いのかっていうところを見ていただくのが良いかなと思っております。
。結局どういった業務が合うのかみたいなところをぜひお伝えできればと思っております。1個目ですね、レポーティングという部分になります。ウェブ広告代理店様であったりとか、大量にレポートを行うような会社様にフィットする内容かなと思ってます。なぜ AI 化相性が良いかでいうと、本来もっとたくさんのクライアントを持ったりとか、効果改善にパワーを使いたいのに、レポート報告する資料を作るところに時間を当てられている企業様とかですと、その時間をクライアント数増やすとかっていうところに転換しやすいので、交通削減にとどまらず、1人当たりが扱える案件数を増やしていくっていう KPI を改善するところに使えるので、相性が良いところと、レポーティング業務のような毎月あるいは毎週こういったデータをもとにこの内容で出力するみたいな型が決まっているものは AI との相性が良く、精度も高まりやすいという観点があってですね、こちらは AI 化すべき業務かなと思っております。もう一つはですね、書類のデータ化チェックっていうところですね。ローカルの PDF の図面であったりとか、カタログの雑誌の内容であったりとか、オフラインの内容を AI で読み取ってデータ化して誤字脱字とか内容に相がないかをチェックさせるみたいなところが書類のデータ化チェックってところになります。ここもですね、通常の企業っていうよりかはこれを大量に行っているような企業様においては一個一個目検でチェックしてだと人件費がかかっているところになるかなと思います。ここをいろんな人を雇うんではなくて AI で一定データ化までやってチェックするってところをある程度行いながら最終人がチェックするってやると人件費を下げられるので AI 化相性が良い業務として捉えております。人が見逃しそうなところももしかしたら AI がチェックできる可能性はあったりするので、見れてないところのリスクを下げるってところにもなるかなと考えております。続いて資料作成です。総合職、営業職、企画職、いろんな方が資料にすごい時間かかっていると。日本の営業マンの年間の労働の 30% は実は資料作成に使われる。時間で言うと600時間ぐらい Excel とか PowerPoint を含めてなんですけど使っていると。ここを3分の1、2分の1にするだけで、営業マンで言えば200時間、あるいは400時間別のことに当てられますと。そうなると、商談をこなせる数も増えれば、アクション数が増えるので、コースインパクトがあるので、特に営業マンの資料作成コースってところは、1個大事なテーマかなと思っております。最終提案書は人が作るっていうところはあるとは思うんですけど、商談の内容から資料の構成を作ったり、資料のデザインとかを鑑みながら見積もりを作ったり、提案資料を作るみたいなところは一定できるので、ここも AI 化すべき内容のテーマになっております。まず最初にやりやすいのはゼンズパークかなと思います。構成も考えてくれながらやってくれたりはするので良いんですけども、最終こちらもクロードコードを使って提案書のテンプレートの中にタイトル、サブタイトルをこういう風に入れていくみたいなところをワークフローを組めばですね、自分の作りたいものを作れるようになってはいくので、より上級者の方はクロードコードで作られた方が作れます。ゼンズパークはクリエイティブモードっていうのは全部画像で作ってしまうので、一部文字が画像っぽいというか、そこが気にされるクライアントさんもいらっしゃると思うんですけども、クロードコードを使えばタイトルとサブタイトル、チャプター名に関しては基本的にはしっかりテキストとして打たれる形にします。図の部分は画像で AI で作らせるってことが可能になるので、テキストと画像のハイブリッドでできるので、実務に使いやすいような形に使えるというところがクロードコード側だとできたりはするので、そういった内容も弊社の研修とかではお伝えできますので、ご興味ある方はお問い合わせください。あとはですね、インパクトっていうところで言うと、どの人もリサーチって使ってるかなと思います。リサーチはですね、ウェブ上の情報を AI が取ってきて回答してくれるっていうところで相性が良い部分かなと思っております。ここもですね、精度を上げるために調査設計をさせたりとか、エージェント複数体動かしてリサーチさせるであったりとか、ファクトチェックっていうところも AI 側にさせるであったりとかして、最終的に調査設計からファクトチェックまで連動させながらレポートを作ると、そのまま業務に使える内容にはなってたりもするので、AI 化相性っていうところでは、ここをさらに学んで業務の中で使っていくのが結構いい手かなと思います。大事なのは調査設計を何々について調べてっていうふうにやるんじゃなくて、こういうことを明らかにしたいから調査設計書を作ってくれというふうに依頼して調査をすると精度が高まるっていうのがあってですね、大事なポイントかなと思います。もう一個はファクトチェックですね。AI が出したものっていうのがハルシネーション起きてる可能性結構あるので、再度出てきたファクトを AI 側に参照するような内容をリサーチさせてチェックさせる。この2つがリサーチにおいては大事です。毎回指示するのは設計作ってとか面倒だと思うので、〇〇についてリサーチしてでも設計書を作るエージェントを勝手に動かせるようにしておくっていうのが前回お話ししたマルチエージェントだったりするので、エージェント作っていくっていうところがリサーチの効率化っていう意味では良いかなと思っています。こ
こは最も弊社側としては売上インパクトがあった事例になってます。企業のリストに対して企業の事業内容ってところを AI が解釈し、事業内容に対する訴求を作ってメールの送信をするっていうところになってます。実際反応率が5倍ぐらい上がって、アポも月50ぐらいここから生まれている状況になっています。訴求の質が違うんですよね。例えば人材紹介の会社に刺さるような AI の事例を考えて、御社の場合にはこういう AI の事例がありますけど、ご紹介させていただけませんかみたいな形のメール文を今までは人が作っていた。そこを人材紹介ってくくりじゃなくて、その会社のさらに事業内容まで降りた精度の訴求が出せるっていうのが1点目。2点目としては、それをですね、今まで人がやるときは、マーケットが大きいような業種であったりとかに打っていたんですけども、ニッチな業種に対しても同じような訴求が打てることになったことによって、他の会社がアプローチしない層にもより刺さる訴求が大量に送れるようになったことによって反応が上がったっていう、その2点です。今のお話、過去の動画にもありましたよね。あります。もっと詳しく知りたいという方は、その動画をチェックしてほしいという形ですかね。ぜひ見てみてください。あとはですね、広告バナーであったり、広告の訴求の内容っていうのを AI で大量生成できるようになってきているので、それによって大量のバナーの AB テストが可能になったので、PDCA が回せると。分析もですね、AI の方でバナーの内容を読み取って、数値的な内容と結果データをですね、見てですね、なぜこのバナーが負けたのかっていうところを、配信者のセグメントとかも含めて分析して、さらに改善してっていうところのぐるぐるがかなり高速に回るようになっているので、反応率が上がれば集客効率が上がるので CPA が下がっていくみたいなところで売り上げにつながっていくので、良いテーマかなと思っております。あとはですね、インプットとアウトプットが決まっている商標系のものですね、会社名と金額みたいなところが決まってて、自動的に作成したりであったりとかが決められた型があるのでできるので、AI 化の相性が良いと。なぜなら入出量の工数がないと。チェックも楽なので。毎回 Excel に打ち込んでみたいな手間っていうところが省けるので、あと全ての会社に当てはまるような内容になっているので、ここはやられた方がいいかなと思っております。アフィリーとプロコードで連携してですね、経費どうなってたっけとか確認もできますし、音声入力してこの見積書を作ってとか、正規書作ってとかも可能です。あとはデータ分析ですね。もちろん人がやってもいいんですけども、データを見ていって分析して集計してグラフ作ってとかってすごい時間かかったりするところをですね、AI に一言言えば作ってくれたりする時代になってますので、分析を AI にさせるっていうのはかなり良い観点かなと思ってます。大事なのはビジネス的な目的をしっかり伝えてあげること。何のために分析したいのか。そこをしっかり伝えて、その上でデータを読み取って、そこにつながりそうな集計軸であったりとか、分析観点を洗い出させて、分析させてっていうところもできるので、我々が伝えるべきは何をしたいのか、何がゴールなのかっていうところをしっかり伝えてあげれば、そういったものができてくるので、分析して改善につながれば、売上にかなりインパクトがある内容になっているので、ぜひチャレンジいただけたらと思いますし、データだけでなくて、競合の LP のサイトとかをスクリーンショットで集めてくるであったりとか、ヒートマップの画像とかを分析するであったりとか、いわゆる数値的なデータだけではなくて、スクリーンショットを元にした LP の画像とかクリエイティブのデータも含めて分析できるので、データの掛け合わせということによって、なぜ今これが起きてて、売上を伸ばすのに何が改善しがちなのかみたいなところまで、もう一歩分析が楽になってきているので、ぜひ使っていただきたい内容になっています。これもテーマとして動画で撮影してますので、ぜひ確認いただければと思います。あとはですね、AI が文章を作るのは得意なので、SEO 記事を作るであったりとか、マーケティングコンテンツを作っていくっていうところを AI にさせるってところですね。完全に AI に任せたら記事って意味あんのみたいなところってよく言われるんですけども、完全に任せる必要もないかなとも思っていて、狙いたいキーワードとかを元に記事を作っていく。そこに独自の価値を付与したりとかは人がしていったりとかしていく。何千文字って文字を作る工数自体が減るっていうところがすごくイノベーションなことだったりするので、使わない手はないかなと思っております。という形で今お話しした AI 化をまずすべき業務っていうのが何なのか、会社ごとに当たりをつけていく。ふわっとコース削減できたら良いよねではなくて、しっかり KGI となる売上であったり、利益であったり、利益率であったりとか、そういったところとつなげながら減った工数で何をする、それがこの売上につながるんだっていうところまで含めて数値的に設計して検証して本当にそうなったのかを見ていきながら
から最も優先度高いテーマから実行していく。そうなっていかないとなかなか変わっていかないと思うので、ぜひ AI 化を進められる担当であったり経営者の方は売上にインパクトあるのかっていうところまでチェックしていただければなと思います。 AI 化のどのテーマからやるべきなのか、本当に売上につながってたり事業インパクトある数字につながっているのかを検証しながら実行されたい。ただどうやっていいかわからない方はぜひ概要欄からお問い合わせいただければ幸いです。まず無料相談可能ですので、棚卸しから一緒にさせていただきます。本日はありがとうございました。